皆様おはようございます。辺りはまだ真っ暗だけど、おはようございます。いつも、夜の東京駅東海道線ホームで、サンライズエクスプレスに乗るお客さんたちの、旅情をかき立てる役に徹している、私ゆっくりさん。今日はついに、寝台列車で皆様に逆襲、じゃねえや、イタリアの寝台列車で行く、シチリアの旅をお届けいたします。ということで今回は、夜明け前のイタリアから、まだまだ続く寝台列車の旅をお送りします。私は、早朝からとんでもないものを見て正気になった、イギリス国鉄、そして英国紳士の、HST お兄さんです。いやー、噂には聞いてたんですが、ゆっくりさんの寝相にビビりました。すごいって聞くけど、どれぐらいだったんですか？聞いてくれよ。俺が夜中におとなしく、ブリティッシュジェントル睡眠を決めてたら、得体の知れない違和感があって、目が覚めたんだ。そしたらゆっくりさんが、天井に張り付いて寝てたんだよ。それは、えっちゃん先輩をびっくりさせる、一発芸だったんじゃなくて？いや、その状態で、普通に爆睡してたぞ。不思議だよな。私、起きてる時は、懸垂も逆上がりもできないんだぞ。あ、申し遅れました。私はイギリスの、LNER、クラス800。そして、ドイツ鉄道の、ICE、JD です。私たちは、イタリアの寝台特急、インターシティ乗ってに乗車しています。今回の路線は、今回も、ですね。首都のローマから、南部の離島、シチリア島へ向かう路線です。ローマの出発は、夜遅い、午後11時。発車して、車内改札が済むと、早くも列車内の雰囲気は、お休みタイムになりました。寝台はあらかじめセットされてましたし、ちょっと疲れちゃったから、みんなすぐに解散して寝ちゃったよね。みんながそれぞれ、夢の中にいる時も、寝台列車はひたすら走り続けます。俺は真夜中に悪夢のような光景を見たけどな。てっちゃん、忘れろ。鉄道で、ローマからイタリア半島の南へ南下する区間は、2つの景色が同時に楽しめる路線です。昼間なら、右手に青く輝く地中海、左手には、南イタリアの山々地が眺められます。ですが、今回乗った寝台列車は、夜間の走行なので、こうした景色がほとんど見えませんでした。さて、一眠りして現在地を確認すると、シチリア島のすぐ目の前を、列車は走行しています。まだ辺りが暗いので、島そのものは見えませんが、対岸の街の明かりが、遠くに輝いています。どうやらこの寝台列車は、時間通りに走っているようです。現在の時刻は、午前5時50分。もうしばらく経つと、この寝台列車の本土区間では唯一の停車駅、そして、港の連絡駅でもある、ビッラ・サンジョバンニに到着します。ここで、ローマから列車を引っ張ってきてくれた、電気機関車が切り離され、客車だけが、船に積み込まれていきます。その後、海を渡った客車たちは、二つの編成に分割。西と南の終点に向かって、再び走り始める。私たちが乗った車両の行き先は、南の白草だ。ゆっくりさん。前回シチリア島に来た時、次は西の、パレルモに行くって約束しなかった？なんでまた、白草駅に乗っちゃったの？その理由は簡単だ。寝台列車に、一等個室寝台が設定されてるのが、白草駅の編成だけだったからだよ。この夜行列車は、パレルモと白草、二つの行き先の客車が、4両ずつ連なっている。編成は共に、クシェットと呼ばれる、簡易寝台客車が3両。そして、個室寝台の客車が1両連結される。その中で、シャワールーム付きの一等個室、エクセルシオールを備えた車両は、白草方面だけの運行なのだ。西の、パレルモ方面の列車にも、個室寝台車両は連結されているものの、室内はベッドと洗面台だけの個室、デラックスのみなのである。それは、今は閑散期だから、簡易編成になっているだけじゃなくて？それが不思議なことに、パレルモ駅には、いつもエクセルシオールがないんだよ。ちなみに、イタリアの寝台列車は、客車の数が、季節によって変化します。私たちが乗った、冬の時期は、各方面に4両ずつ、合計8両の客車で運転していましたが、需要が多くなる夏は、西のパレルモ駅が、最大6両まで増えることがあります。
これに、南方面の白草行き4両を加えた10両編成が、シチリア行き寝台列車では最も長い編成になるようです。ちょっと待って。白草行きは季節を問わず常に4両なの？そうみたい。その理由は、車両を運ぶ鉄道フェリーの関係ではありません。あれ、違うのか。白草行きが常に短い編成なのは、島内の駅に制限があるからなんです。シチリア島内の路線は、線路が1本しかない単線がほとんどです。そのため列車同士のすれ違いは、線路が2本敷かれている大きな町の駅で主に実施されます。ところが、白草方面の線路は、すれ違いの線路の長さが短い場所があり、車両数に制限がかかってしまうんです。しかも現在、白草行き寝台列車は、客車の前後に機関車をつなぐ、プッシュプル方式で運転しますから、客車は4両だけでも、列車全体の車両数は、長い6両になります。こうした理由が重なり、シチリアの南部へ走る寝台列車は、常に客車が4両までとなるのでした。この夜行列車が、鉄道フェリーとの連絡駅、ビッダサンジョバンニに到着するのは、午前6時10分の予定です。でも、現在地と速度を考えると、時刻表より、だいぶ早く到着しそうです。夜中の線路は、他の列車がほとんどないので、走行ペースを上げられるのでしょう。それから嬉しいことに、枕元のコンセントが、稼働してくれていました。実はローマを発車した時、客室内のコンセントに電気が通ってなくて、スマートフォンやカメラが充電できない状態でした。古い車両なので、調子が悪いのか、故障しているのかな、と思っていましたが、どうやら照明と放送以外、客室の電気設備に電源が入っていなかっただけだったようです。思い起こせば、空調も作動してなくて、静かだったな。だからちょっと肌寒かったのか。午前6時過ぎ、これまで快調に走ってきた列車は、速度を落とし、ビッダサンジョバンニ駅に停車しました。本来の予定よりも、10分以上早い到着です。午後11時に、始発のローマを出発した寝台列車は、ここで初めて、ドアが開かれます。出発まで少し時間があるので、ホームに降りて、少しの間、列車を見てみることにしました。客車たちの先頭では、列車を牽引してきた電気機関車が外され、代わりに、機械車を従えた、ディーゼル機関車が連結されているはずです。ここでしばらく停車した後、寝台客車たちは、ディーゼル機関車に押されて、船に積み込まれます。私たちが乗っていた客車は、後ろの方なので、周りは特に動きがない。と、勝手に思っていました。でもイタリアの鉄道は、サプライズを多く盛り込んでくれます。後ろを振り返ると、驚くことに、列車の後端にももう一両、電気機関車が繋がれていました。昨晩、始発駅のローマで、車庫からホームまで、客車を引っ張ってきた機関車が、そのまま切り離されず、一緒に走行していたのです。なるほど、それで謎が解けた。ずっと変だと思ってたんだよ。繰り返しになるが、私たちが乗る客車は、8両編成中、前から7両目。先頭の機関車からは、遠く離れた位置の車両だった。なのにもかかわらず、走行中、なぜかモーターの音がよく聞こえていたのだ。これは後ろにも、機関車がいたせいだったのか。しかしなんで、2両の機関車で運転してたんだ？寝台列車は10両があると言っても、今日はたったの8両。ここまで列車を引っ張ってきた E403 型電気機関車は、貨物列車にも対応した設計だから、1両でも十分なはずだろ？そこが不思議なんだよ。前後を機関車で挟む、プッシュプル形態の運転は、経路の途中で、方向転換がある場合で有効な手段だが、この列車は折り返しをせず、一本道を走ってきてるしな。もしかすると、シチリア島から走ってくる、反対方面の列車、ローマ行きの運用が関係してるのかも。この列車は短い8両で、方向転換がない運転だけど、北に戻る列車の担当では、折り返しがある、とかね。この点は、調査不足でわかりませんでした。申し訳ありません。もしご存知の方がいらっしゃったら、コメント等で教えてください。あと、私 HST お兄さん向けの応援コメントやファンレターも絶賛募集中。すいません調子に乗りました。編成の後方で切り離された機関車は、列車の前方へと回送。次に担当する客車が来るまで、車庫で待機するようです。
インターシティ乗ってが発車を待つ間、車内では、寝台列車にしかないサービスが始まっていました。通路の手すりに、何か冊子のようなものがかけられていますね。これは、車内サービスの新聞です。確か、個室客車には、車体の帯に、新聞のピクトグラムが書かれていましたな。一部屋ずつ配るんじゃなくて、共用スペースに用意するスタイルだったのか。おそらく、ビッタさん序盤に駅で停車中に、朝刊を積み込んだのでしょう。ここから先、列車は主要駅に停車し、車内のお客さんは、少しずつ下車していきます。また、終点まで乗る場合は、まだまだ5時間以上もあります。ですので、新聞を自由に取って、個室内で読んだり、持ち帰ることができるようにしてありました。ホームで、早朝の空気を吸っている間に出発時間になり、シチリア行きの客車は、静かに動き始めました。ここからしばらくは、車輪の音だけが響く、少し不気味な、そして緊張感のある時間が流れます。なぜなら、客車を船に乗せる、入れ替え機関車からは、各車両に、電源が供給されていないからです。車内は、非常灯だけが灯り、空調が止まっています。以前、シチリア行きのフェリーに乗った時は、夏真っ盛りの時期でしたので、空調が止まった客室は、短い時間で、とても暑くなっていました。その点今日は、冬の夜明け前ですから、エアコンが止まっていても大丈夫。ゆっくりさんも、茹で上がらずに済みますね。それでは、船への積み込みが完了しましたので、列車を降りて、甲板に上がることにします。駅を出発し、車両をフェリーに積み込んでいる間に、夜が明けてきました。低い雲と、オレンジ色に染まった空、そして、シチリア島の明かりが、幻想的な風景を描き出します。今回のフェリーは、2022年に就航した新鋭船、イジニア号です。私たちにとっては、約2年ぶりの再会です。車両たちを積み込むと、すぐにフェリーは出港。わずか25分で、対岸のシチリア島に到着します。フェリーが海峡を横断中、車内のお客さんは、自由に乗り降りができます。昼の特急ですと、ほとんどのお客さんが列車の外に出て、海を眺めたり、広い船室で気分転換をしていました。けれども寝台列車は、まだ朝早いせいか、あまり降りてくる人がいません。その上、船内の売店も閉まっていて、乗船中は、景色を眺めるぐらいしか、することがありませんでした。でもそれがいいんじゃないか。船に乗りながら、夜明けの景色を楽しむなんて、なかなかできないぞ。束の間、朝の海の風景を眺めたら、すぐにシチリアだ。船が、シチリア島側の港、メッシーナに着くと、客車のドアが閉まり、下船の準備が始まった。まず最初に、西部、パレルモ行きの車両が船から引き出され、次に我々が乗る、南の白草行き客車が、島に上陸する。この動きも、昼間の特急列車と同じだ。時計を確認すると、シチリア島の到着も、またまた予定より早い時間だったようだ。時刻表では、シチリア島で最初の駅、メッシーナ中央駅に列車が到着するのは、午前8時5分の予定だった。ところが実際に駅に着いたのは、なんと7時45分。出発時間は、8時45分なので、ここで1時間近く停車するようだ。時計が8時を回る前に、車両を船から下ろした、入れ替え用の機関車も、切り離されていましたね。そういえば、その入れ替え機関車が、2年の間に変化していました。以前、ここメッシーナ駅の港で働いていたのは、D145 型ディーゼル機関車。1982年から製造された、イタリア製機関車です。イタリアの鉄道は、港に面した駅が多いことから、D145 型は、港湾の駅や、操車場に配備され、客車や貨車を、船に積み込む役割を与えられていました。設計上の最高速度は、時速100キロ。ですが、港の周りでしか動かないので、実用最高速度は、時速30キロだったようです。うちの国の、クラス08ディーゼル3みたいな機関車なんですね。しかし残念なことに、D145 型は、製造後、40年が経過して、車体が老朽化。故障も多くなってきたことから、2022年に、新しい入れ替え機関車が導入されました。金色の車体が眩しい、新型機関車は、スペイン、
ボスロ社が製造する T318 型です。会社はスペインですけど、この機関車は、ドイツ北部の工場で製造されました。T318 型は、新世代のエンジンを搭載し、環境に配慮するとともに、燃費と走行性能が向上。40年近く活躍したオレンジ色の機関車に代わって、今は港の主となっています。メッシーナの港では、5両が配備され、それぞれの車体に愛称も与えられてるそうです。入れ替え機関車が外されると、白草行き列車の前後では、島内区間を担当する電気機関車 E464 型が繋がれます。連結作業が終わるとともに、客車に電源が供給されて、車内設備が再び稼働しだしました。お部屋を温める空調も再度動き出すのですけれど、この日は南イタリアらしく、太陽が眩しい、いいお天気。おまけに、私たちの個室は、窓が大きいので、暖房はいらないなと感じる陽気でした。夜にローマを出発した時は寒かったのに、朝のシチリアは少し暑いぐらいだったもんな。出発時間になると、シチリアの朝日を浴びながら、紺色の客車たちは、終点、白草に向かって走り始めた。メッシーナから白草までは、3時間40分。まだまだ寝台列車の旅を楽しむ時間は、十分にある。今まで、ゆっくり歌劇団が特集した寝台列車は、どれも早朝に到着するものばかり。朝6時から7時頃に目的地に着いてしまうため、朝起きたらすぐ身支度をして、列車を降りなければならない。なので、せっかくの個室寝台をとっても、慌ただしく下車しなければならず、寝台列車の朝の余韻を、楽しめるものではなかった。その点、シチリア行きの寝台列車は、朝になっても、走る時間が長いのが魅力ですね。もしかして、ローマから1日2本運転されるシチリア行き夜行列車のうち、夜遅い11時発の便を選んだのは、午前中に走る時間が長いから？その通りだ。それになぜか、午後11時にローマを出発する列車は、夜8時発の便より、安いチケットが売れ残っているんだよ。多分、現地に早い時間に到着する方が、多くの人にとって都合がいいんだろう。私らみたいな観光客は、着いた先でホテルにチェックインすることを考えると、遅い方が助かるんだけどな。列車がシチリア島を走り出して間もなく、車内では朝食が提供されます。メニューは、2種類のパンとビスケット、それにオレンジジュースとエスプレッソです。客車内にキッチンがないので、温かいものはエスプレッソだけ。それに、炭水化物系が多いのが気になりますけど、これがイタリアの標準的な朝食のメニューだそうです。地中海を眺めながら個室でのんびり食事をするのは、なんとも贅沢ですな。なんてこの人、取り繕って優雅ぶってますけど、車掌さんが朝食をお部屋に持ってきた時、ゆっくりさんはちょうど、シャワーを浴びていたタイミングでした。あれは焦ったな。こっちもシチリア島内区間になったから、リフレッシュタイムにしようと思ってたんだよ。あの慌てようを、お見せしたかったです。いやいや、代わりにえっちゃんの、想像しい、いや、男らしい洗顔シーンをどうぞ。イタリアの寝台客車のシャワールームは、青緑色の扉を手前に回転させて、独立した空間を作る構造です。驚いたことに、このシャワーには制限時間がありません。1両にわずか4部屋しかない設備なので、水タンクに余裕があるのでしょう。ちなみに、私たちが今まで乗ったシャワー付き寝台は、ボタンを押すと、一定時間、お湯が出る仕組みだった。一方、イタリア寝台客車の場合、一般の家庭やホテルに見られる、普通のノブが備えられています。この点も、地味に便利で、贅沢な装備でした。それからこのシャワーブースは、広さと音の反響のバランスが良く、気持ちよくシャワーを浴びられます。線路を走るスカラ座、と言っても差し支えない音響でした。えっちゃんは、シャワー中の一人カラオケ大会がうるせえんだよ。あら残念。ゆっくりさんは、俺のパバロッティのような美声がお気に召さなかった？現在、イタリアの寝台列車で、個室車両として使われる客車は、1970年代から製造された T3S 型寝台客車と言います。車体の基本構造は、1960年代と、かなり古い設計です。なるほど。だから、出入り口のステップがむき出しだったり、ちょっと古い雰囲気が漂ってたのね。そうなの。この客車は当初、
個室内にベッドだけを備える、二等寝台客車として製造されました。車内は、二人用の小さい個室が18部屋並び、定員は36人。少人数のお客さんをターゲットにした設計です。見知らぬ人同士で相部屋にならず、プライバシーが保てるようにした、当時としては画期的な考え方でした。現在のこの車両を外から見ると、客室側に縦長の小さい窓が不規則に6つ並んでますよね。製造時はこの小さい窓が18個、規則正しく並んでいたんです。その客車が2007年から改修を受け、大変身します。18部屋あった客室は空間を広げ、10室に減少。洗面台付きの3名用2等個室が6部屋と、シャワールームを備えた4人用の1等個室が4部屋のレイアウトに生まれ変わりました。室内を広くした分、1両あたりの部屋数は減りましたが、1室あたりの定員が増えたため、定員が改装前とほとんど減っていないのが特徴です。あれ？今言ったシャワールーム付きの個室って、今回私たちが乗ってる個室よね。この部屋って、本来は4人用なの？そうだよ。ここは一見、2段ベッドを備える2人部屋なのだが、実は屋根裏のような空間にも、ベッドが前後方向に2つあるのだ。さらに、下段のベッドを跳ね上げると、3列横並びの座席が出現する。これと、バスルーム横にある固定シートを組み合わせることで、4人が座って移動できるのだ。もっとも今は、4人部屋では販売せず、ゆったりした、ツインルームの設定になっているようだけどな。前室2等個室客車は、個室を拡大する改造を受けた際、窓の配置も変化。新しい部屋割りに合わせて、縦長の小さい窓が埋められた。そして新設の、1等個室の窓は、大きいものに変更されている。あれ？どうした ?JD。T3S 型客車って、シャワー付き1等個室、通称エクセルシオールが4部屋、ベッドと洗面台だけの2等個室、デラックスが6部屋なんだよね。それに、1等、エクセルシオール個室は、大きい横長の窓に交換されたはず。だけど、車体の外観をもう一度見て。これだと、設備の表記と個室の位置が逆になってない？あ、言われてみれば、そうだな。まあその点は、イタリアクオリティってことで。そんな客車の中は、気がつけば、私たち以外の個室だから、ローマから乗った皆さんは、途中の駅までの乗車だったようです。それにしても、いい景色ですね。お天気は快晴。遠くにシチリア島東岸の象徴、エトナ火山が見えます。エトナ山は、標高約3300メートルの活火山です。周りに大きな山がなく、雪をいただいている姿は、富士山そっくりです。ただ、手前の景色は、富士山と全然違います。シチリアの名産、オレンジやレモンの木が栽培され、列車は果樹園の中を走るんです。綺麗に実がなっているから、そろそろ収穫時期なんでしょう。そういえば以前、チルクムエトナ鉄道で、レモンをいただいた時は、2月だったな。この列車は、シチリア東岸に点在する、いくつもの駅に停車します。基本的な停車駅は、特急列車、インターシティと同じです。港のある、メッシーナを発車すると、リゾート地の、タオルミーナ、軽便鉄道と接続している、ジャッペリポスと、東部最大の都市、カターニアなどに停まります。寝台列車は、こうした途中駅では、お客さんを乗せない運転です。そのせいか、ホームの出発案内に、この列車の表示がないのが印象的でした。しかしどの駅も、時刻表より、だいぶ早く到着してますね。メッシーナの次の駅、タオルミーナに至っては、30分以上もの到着です。駅でお客さんを乗せることはなく、車内の人が降りるだけなので、到着時間は早くてもいいのかもしれないですね。でもあんまり早いと、車内のお客さんも、下車し損ねたりしないんだろうか。そうだよな。さっきのゆっくりさんみたいに、まだ時間があると思って、シャワーとか洗面所を使っている間に、下車駅に着いちゃったりすることが十分考えられるよな。俺なんかは紳士だから、紳士のシャワースタイルで飛び降りるだけなんだけどさ。相変わらず、時刻表より10分以上早く走り続ける、寝台列車、インターシティ乗って、このまま走り続けると、午前11時半の終点、白草到着は、10時台になるのではないか、と思いましたが、
カターニアの近くに差し掛かると、帝国に戻りました。線路が単線で、何度か対向列車との行き違いがあったので、長時間停車をしていたためです。南イタリアの鉄道は、時間が読めない、と以前聞いたことがあったが、今はだいぶ正確だよな。今日は途中まで、逆の意味で、時間が読めなかったけどね。夜明けのメッシーナから、ひたすら走り続けて、およそ4時間、午前11時30分に、列車はようやく終点の、白草に到着した。2年ぶりの白草ですな。それにしても、暑い。ゆっくりさんは、凍える寒さのオーストリアから来てたからね。終点まで乗っていた、わずかなお客さんが降りると、車内では清掃が始まります。寝台客車は、清掃の人たちを乗せたまま、一度、駅に隣接している車庫に入り、再び始まる、長旅に備えます。そして夜になったらまた、永遠の都、ローマへと走っていくのです。そんなところで、イタリア寝台列車の旅、往路編は、これにてお開き。12時間30分の旅にお付き合いくださり、ありがとうございました。次回は、どうするの？それがまだ未定なんだよ。とりあえず、2年ぶりになる、白草の街を歩いてみようと思ってる。つまり、いつもの行き当たりばったりですね。それじゃあ次も、明るいシチリアの空の下でお会いしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。